現在の心拍数は120です。皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。やってまいりました。ファーウェイウォッチ GT4 という新しいスマートウォッチをご紹介いたします。今回購入しましたのはブラックのモデルになりまして、これ以外にもステンレススチールのバンドのタイプ、もしくはレザーベルトのタイプもありますが、シリコンバンドのタイプを今回選んでみました。というわけで待望のこのね、新しい GT4 ブラックモデルになりますが、めちゃめちゃかっこよさそうですね。ではこれから開封し、ファーストルックという形で外観やまた動作感を含めましてご紹介していきたいと思います。それ以外の関連動画に関しましては随時投稿していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで早速本日も行ってみましょう。いきなりダーンと出てきましたけどね、めちゃめちゃかっこいいですね。最初に持った印象はずっしりときました。ということで、こちらがパッケージ内容となっています。まず本体そのものになります。そして安全に関する注意事項のこういった冊子も入っています。そしてこちらがマグネット充電器になっているんですけども、いわゆるこういった感じですね。磁石でくっつくんですけども、これ専用の充電器プラス、なんとワイヤレス充電に対応しています。いわゆるチーと言われているものに対応しているわけですので、もし市販品のワイヤレス充電器があれば充電することが可能となっています。ということで外観を見ていきたいと思いますが、まず最初にこの特徴的なボディ、八角形になっているということで、それぞれに角がついていますね。横から見るとよくわかりますけど、それぞれの角がこのようにね、光って映っている部分があります。指触りでね、ちゃんと角があるなというのは本当にわかりますが、そして上にこのようにベゼルがついていますが、これを回転することはありません。そしてサイドになりますが、この回転クラウン、ここに小さいですけど、ファーウェイウォッチ GT とね、刻印されています。この切削技術すごいですね。そして、このように回転させることもできますし、また押すこともできます。加えてですね、こちらのサイドにもう一つボタンがありまして、これもね、このようにプッシュさせることができますが、結構作り込みがね、しっかりされていまして、これ3万円で購入できるというのは予想を超えたクオリティで驚いています。そしてこちらが背面になりますが、このブラックのギラギラ感、反射してしまっていますけど、本当にこう黒光りしていまして高級感があります。こちらにまずセンサーがついています。そしてバンドはクイックリリースタイプとなっています。このようにつまみますと簡単に外すことができますね。ちなみにバンド幅は 22mm となっています。そしてこのバンドになりますが、結構ね、柔らかい感じになります。そして肌触りが結構サラサラとしていますね。ではディスプレイも見ていきたいと思います。はい。ということで出てきましたが、かっこいいですね。このブラックモデルを選んでよかったなと思います。一見するとちょっとこの辺りマットな感じがするんですけども、横から見ますとね、このステンレススチールがトータルで高級感を醸し出してくれていますね。では、重さを測っていきたいと思います。バンド込みになりますけども、75.3g と結構な重さになりました。そして本体のみの重さになりますが、49.2g となりまして、スペック値では 48.9g ということで、ほぼほぼ誤差レベルとなっています。というわけで、これから電源を入れてペアリングしていきたいと思います。その後ね、動作感や、いろんな機能を見ていきたいと思います。ということでね、今アップデートがいきなり来てしまいましたので、この間に実際に装着してみたいと思います。すごいいいですね。もうね、バンドの質感っていうのがめちゃめちゃいいですね。そしてこのバンドループにも非常に通しやすく、滑らかでありながらしっかり止まってくれます。ということで装着してみましたけども、いやーめちゃめちゃしっくりきますね。私のこの手首の周り、15センチほどになるんですけども、この装着のイメージいかがでしょうか。上から5つ目の穴に差し込んでいる状態となっています。めちゃめちゃ高級感ありますね。これは本当に今買ってよかったなと思った瞬間になります。ちなみにですね、今同じメーカーのファーウェイウォッチ GT ランナーというモデルがあるんですが、並べてみましたけどいかがでしょうか。ほぼほぼサイズ感は一緒ですね。かれこれそろそろ2年ほど前のモデルになるんですが、ほぼほぼボディサイズとしましては同じぐらいになりますので、こちらも時々使っているんですけども、本当にね、装着感っていうのはほぼほぼ同じになっていますね。それよりもややね、やっぱりケースがステンレススチールということで重くなっています。加えてまだインストールが終わっていませんので、サイズ感の違いとしましては、左が Apple Watch の SE の 41mm のタイプになりますが、やっぱり比べますとだいぶね、スクエア型ということもありまして、Apple Watch の方がだいぶ小さく見えてしまいます。
そしてさらにファーウェイバンド8とサイズ感の違い比べてみますけど、もちろんタイプの違いがありまして全然違いますがね、だいぶ大きいなというのを感じますね。それではアップデートがまだ続いているようですので、この間にワイヤレス充電がしっかり使えるのか見ていきたいと思います。こちらは地位の規格に対応したものになりまして、現在このグリーンの状態になっている時はニュートラルな状態になっています。実際に充電ができる場合はブルーのリンクに変わりますので、ワイヤレス充電できるのかご覧ください。では載せてみたいと思います。このようにね、ブルーのリングに変わったことがわかりますので、ワイヤレス充電に対応していることがわかりました。というわけで、先ほど来ましたファームウェアのアップデート、かれこれ15分ぐらいね、かかりまして、ようやく使い始めることができるようになりました。ということで、早速動作感見ていきたいと思います。こちらが最初に起動してきた時の標準の文字盤になりますけど、動きをね、見ていきたいと思います。まず水平スクロールになります。いいですね。指の動きにしっかり追従してきてくれています。一番右側まで来ましたが、さらに回転スクロールしてくれるわけではなく、止まってしまいますね。で、戻っていきたいと思います。ホームの左側にはスマートアシストという画面がありまして、天気情報や音楽再生コントロールの画面となっていますね。こちらの左側にさらに行くことができませんので、回転スクロールするようなインターフェースにはなっていませんでした。このどん詰まりまで行きましたら、クラウンボタンを押して戻るっていう方がいいんじゃないかなと思います。さらに上から下にスワイプしますと、このようなコントロールパネルになりますね。設定やロック画面、水分を排出、画面点灯ですね。これは今現在20分間ずっと点灯しっぱなしのモードに変更してあります。で、さらにアラームありますが、気になるところとしましては、スマートアラーム機能がついているかどうかですけども、では現在の時刻表示されましたね。土曜日を指定します。OK。ということで、これ以外の項目はないですね。なんとスマートアラーム機能は省かれてしまっています。ほぼほぼついてるのかなと思ったんですけどもね、ここ最近は厳しいですね。スマートアラーム機能あまりニーズないんでしょうか。ということでスマートアラーム機能は搭載していませんでした。そして下から上にスワイプしますと通知の画面となっていますね。さらにですね、このクラウンのボタンを1回押しますとメニューが表示されますね。最初はこのようなグリッド表示になっていまして、いわゆる Apple Watch のような感じですね。小さくしたり大きくしたりっていうことができるようになっていますが、これね、個人的にはちょっと分かりづらいのでリスト表示に変更していきたいと思います。文字盤とホームのところを開きましたけども、ホームという項目がありまして、ここにグリッド表示かもしくはリスト表示に変更するところがありますので、私はリスト表示に変更しました。ということでどうなるかというと、もう一回押しますとね、このようにアイコンと文字で表示してくれているので分かりやすくなりました。ということでね、そのまま機能項目がどんなものがあるか見ていきたいと思います。一番上からワークアウトですね。そしてワークアウトの記録、ワークアウトの状態、活動記録、ボディメーカー。今回ですね、新しくこの機能が搭載されていまして、表示されましたのがこのような画面になっています。この赤い部分が安静時の消費カロリーですね。まだ装着していないので、この辺はかなりアバウトじゃないかなと思います。そしてこのお茶碗みたいなマークありますけど、これは摂取カロリーの方になりまして、朝食、昼食、夕食、スマートフォンのヘルスケアアプリを開いて記録していくという形になります。そうしますとね、摂取カロリーオーバーしているのか、それとも消費カロリーの方が上回っているのか、ボディメーカーのアプリとして現在の状態をこのようにね、表示してくれる機能となっています。カロリーオーバーなのかね、知ることができるわけですね。そして心拍数、血中酸素、皮膚温とありますが、少なくとも10分間装着してから測定してくださいということですので、今はね、ちょっと難しくなりますね。今指をここに当てていますけどもね、29.8 度と出ています。そして睡眠測定やヘルスクローバーズ、ストレス、呼吸エクササイズ、通話履歴、連絡先、通知、音楽。これ音楽再生コントロールと音楽保存にも対応しています。そして天気の機能、カレンダー、アラーム、タイマー、ストップウォッチ、懐中電灯、コンパス、気圧計、ちょっと開いてみたいと思いますが、現在の気圧が出ていますね。1017ヘクトパスカルとなっています。さらにコードに関しましては、これね、全く合っていないんですけども、補正などして、もしくは屋外で GPS を使った時に、ちゃんとね、補正する形になっていると思います。そしてスマホを探すですね。そして設定、ペダルマップというふうに続いています。明るさに関しましてはここにありますが、自動調光に対応しています。
ちなみにですね、マックスに明るくしましたら、こんな状態になります。結構やっぱり明るいですね。そして明るさを一番暗くしてみたいと思いますけども、こんな感じになりますね。先ほどと全然違いますけども、実際ね、カメラ越しで見るのと肉眼で見るのはだいぶ違うんですけど、屋内であればこの明るさでも結構いいんじゃないかなという感じですね。そして着信音とありますが、Bluetooth 通話にも対応していますし、また通知の音をね、こういう風に音でお知らせする機能もついていますので分かりやすくなっています。そして今回ね、ワークアウトの音声案内に対応しています。いわゆるブロードキャスト機能になっていまして、例えば経過時間とかですね、距離とかですね、その後のステータス情報を音声で案内してくれる機能となっています。これはね、やっぱりあるとモチベーションっていうのが上がったり、テンション上がる機能じゃないかなと思います。距離 1km、走行時間12分24秒、過去 1km のペースは12分24秒でした。現在の心拍数は120です。そしてここも気になる部分になりますが、バイブの強さになりますけども、実際に装着してバイブの強さを確かめたいと思います。強い状態から弱いにしましたら、歩きながらだと分かりづらいかなという気はします。で、今強いに変わりましたら、やっぱりよく分かります。そしてクラウンの触覚フィードバックとありますが、これはここの部分を回した時にコツコツとしたフィードバックが返ってくる機能ですね。これをやっておくとね、回している感覚っていうのがはっきり分かりますね。では文字盤がどんなもの入っているか見てみたいと思います。ディスプレイを長押ししますとこのような画面に変わりますね。ギャラリーと出てきましたが、消費電力のレベルが1と出てきて分かりやすいですね。そして鮮やかなものがありますね。ちょっと万華鏡みたいな感じでしょうか。そしてよく見たことがあるこういった文字盤も入っています。そしてこういったね、ホワイトの文字盤がありますけど、これもね、かっこいいですね。このボディにも意外と合いますね。こういったね、鮮やかなイエローをモチーフとしたアナログ時計の文字盤もついています。そして花をモチーフとなっている文字盤になりますが、これは私自身の状態によって花がどんどん開いていったりとか、いろいろ変化するようですね。消費電力も大きめなのかなという気はします。そしてこういったシンプルなタイプもありますね。秒数の部分がしっかり動いています。そしてこんな文字盤も入っていました。コンプリケーションがはっきりと出ていて、このね、空白の部分がありますが、タップしますと、今日のステータス情報が出ています。どれぐらい動いたかとかですね、そういった記録情報がこちらに表示されるようです。そしてここに天候の部分やバッテリーの残量ですね、歩数表示、なかなか機能的な文字盤が入っていました。そしてね、おなじみのこういったリングを達成していくような文字盤もついていますし、項目としましては以前のモデルよりも増えていますね。こういったものもあります。さらにこの文字盤に関しましては、アイコンの部分、いわゆるコンプリケーションと言われる部分になりますが、例えばここをタップすると、心拍数の測定の画面に飛んでくれます。いわゆるここの部分が下のナットがボルトのマークになりますが、これをタップしますと、スタイルを変更することができます。こういったね、白いものに変えたりとかね、シルバー。こんな風に変更することができます。そして色を変えることもできますね。今グリーンに変わりました。ブルー、紫でしょうかね。こんな感じで変更することもできますよと出ていますが、最初のやっぱり黄色がすごく印象的でしたので戻したいと思います。そしてこの機能と書いてありますがね、この部分を変更することもできますね。例えばこのリングの部分を気圧計に変えたり歩数計に変えたりエクササイズに簡単に飛ぶことができるようにしたり行動計を表示したりとかですね、いろんなものに変更できるのがこれすごくいいですね。例えばタイマーをセットしてみたいと思いますが、どうなるでしょうか。これをタップしますとタイマーに簡単にアクセスできるようになるということですね。このあたりのファーベンの文字盤の作り方っていうのはすごく秀逸だなと思います。というわけで、ファーストルックという形でざっと触ってきましたけども、いかがだったでしょうか。まずね、ぬるぬるサクサクのこの動作感がちょっとやばいですね。これまでにない動きというか、指に対する追従性、個人的にはちょっと反応良すぎるなというふうに思うぐらいになっています。そしてこのデザインですね。このブラック選んで良かったなと思います。ちょっと裏面はややね、指紋が目立ってしまいますけども、高級感が半端ないので、Amazon で今3800円になりますけど、これは本当ちょっ
ちょっと買いじゃないかなというふうに思います。そしてバンドも交換しやすくなっていますので、22mm 幅のものであれば、クイックリリースタイプで交換が簡単になっているのもすごくいいですね。いろいろ変えて使っていきたいなと思います。というわけでね、この後出していく動画で、スマートウォッチとしての基本性能になりますね。いろいろ検証していきたいと思っています。この動画良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。